宮本さんが作ったマリオゲームはとても大ヒットしてますが、はい、そのマリオゲームを作るインスピレーションは何だったんですか？今おっしゃるのはスーパーマリオブラザーズのことですよね。はい。でスーパーマリオブラザーズっていうのは自分のやったゲームではもう8本目か9本目かぐらいなシリーズのゲームですから、それでドンキーコングっていうゲームを最初に作って、でちょうどそのスーパーマリオブラザーズを作る時っていうのは日本でそのファミリーコンピューターにディスクシステムという新しいカートリッジでなくてディスクカードという機械を売り出す時期だったんですね。それでこれからそちらの方を作りに始めるので、カセットっていう形で最後のゲームを作ろうかというので、それならそのドンキーコングからやってきた一番、自分のメインにしてきたジャンプをしてでプレイヤーがいろんなところを進んでいくというゲームの、技術的に最高のものを作ろうと全部のノウハウを突っ込んで作ろうというのがきっかけなんですよ。ただちっちゃいマリオが大きなマリオになるっていうところのインスピレーションっていうのが非常に重要な部分で、それはそういうゲームを作ろうということになってから考えたんです。でそれは3人ぐらいの人数でいつもミーティングをしてまして、でいろいろその背景をどうしようとかプレイヤーをどうしようとかいう話をしてる時にふっときっかけがありまして、それでプレイヤーが大きくなるっていうのは面白いねっていうので、それならスーパーちょうど今度のマリオの最高の作品ということでスーパーマリオというのとうまくイメージが一致するというので、それは一瞬で決まったんですけども、インスピレーションというとすればその部分だと思います。どのようなステップでマリオを作ったのですか？今ちょっと説明を聞いそうですね。たんですけど。だから割と45年間やってきた仕事の総まとめっていう感じで作ったんですね。どのようなことが行われるんですか？例えば、3人で話し合ったりするっておっしゃっはい、てましたけど、もっと具体的に。これはね昔のケースと最近のケースと随分違うんですけどね、最近一番一般的なのはあの最初数人がどういうテーマでやろうかという話をすると、でそれが大まかに決まってくるとプログラマーが1人か2人最初にグループに入るんですね。それで半年間ぐらいいろんなテストをやるわけですよ。でそのテストの中から出てきたものを見て、でそれを一つのシナリオにまとめるというか一つの仕様書にまとめると。でその仕様書がまとまったら一斉にあとチーム構成をしまして、10人ぐらいの人数がざっと追加されまして、それで一気に6ヶ月から8ヶ月で作品に仕上げると。だからこうラフスケッチを作る状態にプログラマーも入ってるし、プランナーとキャラクターデザイナーも入ってるしっていう主な人たちでいろいろプログラムを使いながらラフスケッチを作るということをうちはやります。ゲームのソフトウェアをデザインするためには基本的には何が必要なんでしょうか？これはね難しいテーマなんですけどね、あの、まあ、基本的にはどんな素材を与えられてもゲームと呼ばれるというか遊ぶ人が何度かやってみて非常に心地よく楽しめるっていう形にまとめられるっていう力が自分にあるという自信ですね。だから何でもいいと、テーマは何でもいいというまず力をつけてしまうことっていう気がします。でそういう状態になってから初めて何かテーマを見つけた時にそれは一瞬でゲームにしてしまえるという形になるんじゃないかなと思うんですけども。どんなことを考えなければならないんですか？ゲームを作るときは。そうですね。例えば、任天堂のゲームはどのようにデザインされていますか？はは何を考える？自分で一番あるのはね、遊んでる人の姿というか、遊んでる人がどういう格好で遊んでるかとかどういう状態で遊んでるかっていうことをすごく気にします。だから全部一つのパターンじゃなくて、このゲームに関しては遊んでる人はこういう気持ちでこういうスタイルで遊んでると、できれば服装はこんな感じで、できればお酒があってとか、もう少し、メモ用紙を置いて計算をしながらとか、ただひたすら熱くなって体を動かしながら遊んでるとかで、このゲームがどういうふうに設計されるのかというイメージを自分で持ってることっていうことを結構大事にします。色とか音とかそういうのは後で来るんですか？考えるんですか？
そうですね。これはもう今はそのさっきちょっとお話したプログラマーの力もありますし、それからキャラクターを描くデザイナーの力で、キャラクターって言ってもそのオリジナルの絵を作る人と、それをテレビのドット画面に落としていく仕事をする人、それからそれをアニメートする人、もありますし、で音楽もその曲を書くのが上手な人と、サウンドエフェクトとして全体の音の構成の上手な人っていうのもありますし、こう総合力ですから。それからゲームを考える人っていうのも、ゲームデザイナーっていうんですけども、今だとまずテーマを考えて全体を決める人と、それから細かいルールを決めていく人と、それから作った例えば地図のデータとかそのあたりが、適度な難易度に難しさになってるかとか、それからプログラムの、ミスが見つかるような構成になってないかとかいろんなもう密度の仕事がありますから、そういうチームで10人以上で今作りますから、一つどれが大事かってなかなか言えないんですね。で自分がどの部分をやってるかっていうこともゲームのグループによって主にプログラムをやってた人がチーフの場合もあるし、絵を描くことをやってた人がチーフの場合もあるし、これは様々です。その総合的なバランスというか、それと作ってる人がいかに快適にみんながお互いに仕事をしてるかっていう場を作れるかとかですね、そういうことが結構大事になってきますけども、ちょっと答えになってないですか？いや、答えになってますよ。で、新しいゲームを開発するときはアメリカとのお話とかはありますか？例えば、はい、アメリカと日本がお互い協力し合ってからゲームを作る場合もありますか？今はね新しいゲームをアメリカからアメリカと相談して作るってことはないですね。ただ作っていく過程で当然遊ぶ人の差はね、僕はあまりないと思ってるんですよ。ただやっぱり宗教的な問題とか、それから古典っていうか、古い文化に対しての情報のなさですね、僕らの。そのあたりでとんでもないミステイクを犯してないかとか、そういうことの確認ですね。それから当然英語の文章を中に表示した時に、それがただの翻訳でなくてちゃんとウィットに富んだ文章になってるかとか、そういう英語の力を借りることは多いです。将来的にはもっと一緒になって開発するようになると思います？今かなり作ってる途中で、向こうアメリカでいろんなモニターをしてもっとこういう改善をしてほしいという希望を聞いたりですね、それからたまに彼らがこちら来たりして一緒にミーティングを持ったり、それから最近はアメリカで開発されたソフトをライセンスを受けてですね、でそれで日本がもっと家庭でみんなが遊ぶのに適切な形に味付けをしてですね、それをもう一度アメリカに出すとかいうようなことも始めてますから、だんだんとコンタクトは頻繁になってきてます。マリオじゃなくて任天堂の、はい、ソフトウェアゲームをデザインしてる人たちはどんな人たちなんでしょうか？それは専門ということですか？専門も性格でもいいんですかね。性格ですか？性格はね、基本的には明るい人がいいなという希望は持ってます。っていうのはたくさんで集まって仕事しますから、お互いにちゃんと言いたいことを言えて、で相手の言うことを聞けるっていうのは基本みたいな気がしますから、それとやっぱり一生懸命やってると。だからどうしてもサラリーマン的に何時から何時までという仕事の環境で物を作れないわけですから、どっか自分でコンプレックスを持っててね、でそれを物を作ることで解消してるというか、物を作ることが快適な人が理想ですね。できれば明るい方がいいという。でもう一つは何か一つ専門の仕事を持ってると、プログラムでもいいし、絵を描けることでもいいし、歌が上手でもいいんですけどね何か人が一目置くものを一つでも持ってれば、これは理想的だと思います。
現在こちらの任天堂にいらっしゃる人たちはほとんどコンピュータプログラマーとか、科学者と言ってもよろしいでしょうか？いや、私のセクションの中ではコンピュータープログラマーの割合の方が少ないです。どちらかというと油絵を描いてたとか、それからグラフィックデザインをしてたとかいう人の割合の方が多いですね。そうですね、はい、これからマリオはどの方向に行くと思いますか？マリオですか？どうなると思いますか？まあなんですかね、大きくスタイルは変えたくないと思ってるんですよね。マリオでアドベンチャーゲームを作る、アドベンチャーゲームというか、その文字と固定の画面を使ったアドベンチャーゲームを作るとか、あまりそういうふうに大きくスタイルを変えたくないので、今度はどうしてもファミリーコンピューターの上 NES の上だけでやるには限界があると。けどまだやりたいことはいっぱいあるんですよね。もっとこういうことができたら楽しいとかで、それをとりあえず今回はスーパーファミリーコンピューターというその NES のもう一つ上の機種ですね。それで日本で11月に発売します。でこれはやっぱりまだ今終わった状態でももっとこんなことがやれたらよかったねとかみんなブツブツ話をしてますから、当分はまた作る元気があるんじゃないですか。遊んでもらえれば。最初にマリオブラザーズとかドンキーコンを作った時は任天堂はこんなに成功するとは思いましたでしょうか？そういう予感はしましたでしょうか？まあね、やっぱり運がつきまとわないとなかなか成功というのはしないですからね。任天堂が成功するかとかそういうことは思わなかったですけども、ドンキーコングとですねスーパーマリオブラザーズっていうのは最初の試作のサンプルが出来上がりますね。それでやったことがない社内の人にモニターを取るわけですね。その時の反応が非常によく似てまして、でドンキーコングの時にそれが結構大成功してくれたので、スーパーマリオの時はこれは大成功するかもわからないねという予感は持ちましたね。はい、ただ結果は運ですから。宮本さんがなさってる仕事の一番好きなところは何なんでしょうか？仕事をしてて好きな部分ですか？それから仕事の中で好きな部分？仕事の中で作品の中で好きな部分でなくて、両方でもいいです。どっちでも。好きな部分ですか？デザイナーとしては何が一番も面白いかとか。面白くてやったんですよね。結構自分で遊んでる姿っていうのがあるんですよね、そこに。で人が楽しく遊んでくれてるのを見るのはすごい楽しみですけども、自分でもこういう形で遊んでみたいなっていうものがあって作り始めるわけですから。でそれを仕上げる時に初めて人がどういうふうに遊ぶかということを考えるわけで、まず大元には自分がどういう形で遊びたいかなっていうのがあるわけですから、それを再現してるっていうのは全部楽しいことだと思うんですけど、ただ行き詰まると非常に苦しいですね。時々子供たちからアイデアももらえますか？ゲームのアイデこれはねよく送ってきてくれるんですよ。でそこから採用するってことはほとんどないですね。というのはいろいろ検討はされたけども技術的に再現できなかったとかいう問題がまず8割から9割7割ぐらいですか。であとの3割っていうのはもうすでにいろんなところでやられてるというものが多いですから、なかなかそれを採用するということはないです。ただこう一生懸命書いてるその送ってきてくれる手紙にすごく絵が入ってですね、で何ページも厚くて、そういう熱意を感じるとこういうことをやってると生き生きしてていいねなとかいうふうに楽しいですけどね、見てて。ア。日本とアメリカなどの国の文化的な違いのために、それらの国におけるゲームの人気のレベルとかも違いますか？そうですね、さっきちょっとお話したようなね、よく言うんですけどね、民族性とかね国民性とかね言うんですけど、僕はそんなにないと思うんですよ。昔アーケードゲームというそのゲームセンターの機械の頃ですね、
でアメリカ25セントですよね。で日本は100円だったんですね。でだからその一つのゲームに払うお金の額によってゲームの楽しめたかどうかという評価が違うという差はすごく感じたんですけども、今はそんなに感じないですよね。あるとすれば日本語の方が英語よりも字数が短いということぐらいですかね。ビデオゲームの技術を広げるためにはいつも努力をしてますか？難しい質問ですね。ビデオゲームの、当然任天堂にはそのハードウェアを設計する人たちとかいろんな人がいますから、そのカセットだけでなくて他のハードを伴ってもっと新しい遊びが作れるとかというチャレンジをできる体制になってますから、そういう意味では技術的にも何らか役割はしてると思うんですけどね。テクノロジー、プログラマーがいろいろ勉強して伸びてるみたいですね。だから次の世代の人がゲームを作りたいということからコンピューターに興味を持ってくれて、でその結果とんでもないもっと新しいことを始めたとか、そういう意味では貢献してると思うんですけどね。ビデオゲームはこれからどのように変わっていくと思いますか？僕は分からないです。当たり前の考え方なんですけど、テレビというモニターがあると、これはテレビ液晶もプロジェクターも含めてね、ビデオという出力を使って絵を映すわけですね。でコンピューターが入ってて間に、そして人間がいるという形ですね。でこの間どんな形でつないでもいいし、どういうふうにその機械の性能が変わってもいいと思うんですけれども、基本的にはコンピューターを使って何かを、コンピューターとテレビ受像機なりを使って何かやるってことはとにかくこの10年前まではなかったわけですよね。だからこういうことは僕はもう当分というか影響になくならないと思います。例えばテレビを作ることがポリューションとかそういうね、地球全体に問題があってテレビが作れなくなったとか、そういうことが起こらない限り僕はテレビとコンピューターと人間っていう形で何がしかのことをやってると思います、これから。だからそういう意味では全然コンピューターゲームの未来に不安はないんですけども、でただ今ゲームと呼ばれてるものだけをテレビゲームと呼んでていいのかなという。だからさっきお話したようにわずかこの10年ぐらいに出てきたね、まだ自動車が走ってからよりももう圧倒的に短いわけですよね。でその間に出てきたこれはメディアですから、ここにそれまでの、何百年の歴史にあった何が乗ってくるか分かんないですよね。そういう意味ではもう無限の可能性を持ってると思うんですよ。それからこれから先またそのテレビゲームの上でさらに新しいものが生まれるかもしれないし、だから非常に僕は未来は明るいと思ってます。いつかそのビデオゲームを作りたいと思う子どもたちにはどのようなアドバイスをあげられますか？そうですね。いろいろあるんですけどね、どれが一番いいかなというのをいつも考えてしまう。さっき言ってた何か一つ専門を持っておくっていうのは非常にいいことだと思いますね。だからもしテレビゲームをやりたいと思えば絵を描いてもいいし、プログラムを勉強してもいいし、考えることが得意っていうふうになってもいいですしね。何かものをとにかく何か一つの専門を持つということと、何でもいいから自分で作るという習慣をつける。絵を描くんでもいいんですけどね、とにかく自分で思ってることを形にするという訓練。例えば欲しいおもちゃがあれば買うのもいいけど作ってみるとかっていうのはですね、何でもいいから常にそういうことを繰り返してることはすごくいいと思います。やっぱり物を作るっていうのはパワーですから、イメージじゃないんですね、パワーなんですよ。だから何かこういうものがあったらいいのになって思ってる人はいっぱいあるけども、実際仕上げる人っていうのはすごい機動力がいりますから、何かものを作ってる、それから何かの一つの専門を持つということは非常に役立つと思います。これはテレビゲームにもし入ってこなかったもどっかで役に立つと思いますけど。
最後に質問になりますけど、ビデオゲームに関して自分個人的に何か期待しているものはありますでしょうか？将来的には。さっき言っちゃいましたね。同じような。そうですね。だから全然不安はないし、ただあるとすればもっと大きな装置を使うことが自分にできるのかとかですね、そのあたりですね。そこまで例えばもっと大きな装置使えば何百人の人が動きますよね。そういう規模のことを自分がやりたいのかどうか、ただどうしても作りたいものがそういう規模の装置が必要になった時にやるのかなっていう不安になるぐらいで、それ以外はプログラマーたちなったらいいかとかそういうのは別にありますか？今はねこれは次々やっていく仕事のねヒントになってしまうのでね。ああ、そうなんですシークレッか。トですけどね。じゃあ大丈夫ですね。けどまあ今の答えで行くのが楽しいんですね。だからそこから一歩抜けたいなとは常に思ってるんです。だから遊ぶ人が問題を作ってそれを自分で解く環境を作るっていう、だから今実験室とかラボラトリーっていうふうに自分これからやるソフトのねテーマを名前を付けてるんですけども、こちらは環境を作ると、で遊ぶ人は自分のクリエイティビティを楽しむという形に近づければいいなと思います。ただね、やっぱり問題を作るっていうことは問題を解くよりもずっと難しいんですよね。だからそのあたりをどの程度適度なレベルに調整するかということがうまく調整すればエンターテインメントになるし、うまく調整できないと何か研究のようなものになってしまうし、そのあたりの狭間がね今僕の仕事ですね。ありがとうございました。でそのまま座っていただきます。インサートを取りますので。いいんですか？いいです。ですからそれを聞いたら多分どの国でも好むようなゲームじゃないですか、と思ったんですけど。なんか何かね、文化的な違いというのはあるかもしれないですけど、異常に上手な人がアメリカで出てくる国やと僕らは思ったんですよね。だから何にでもフリスビーにしても、サーフにしても、なんかでも最初はねただ人口が多いから当然なんやろと思ってたんですけど、どうも違うみたいに思ったんです。ところが異常にアメリカに上手な人が出てきて日本からはなかなか出てこないんで、どこに時間ないんじゃないですか、日本人が自由なんですかね。何をしてても好きなことをやってていいという自由、そういうことあるかも。変には思われる人が出てくるんですかね。わからないんですけど。周りの目っていうのはありますね。それは文化的には違いますね。ありますね、それは。あとやっぱりアメリカの忍者ものとかが中国と日本のミックスでむちゃくちゃになってると同じで、僕らはヨーロッパものっていうのやるの怖いんですよ。中世のアーサー王の頃とか、そういうことやるともうむちゃくちゃをやってるっていうのが分かってやってるわけですから、分かってるから分からずにやってしまうということを分かってやってるわけですから、でそのあたりねゼルダの伝説を作った時なんかは異常に気にしまして、とにかくあまり現実に現実すぎることはやらないでおこうと、あまり宗教にも絡まないでおこうとか、それでもね後からやっぱり十字架を使うのはやめてくれとかですね、いろいろ言われました。それからお寺の饅頭を使ったんですよ。そうするとそれはナチのあれ。お願いします。そこまではいいです。ごめんなさい、そこまで。
今度反対に向こうじっと見ますか。前みたいにやってたあれを、自然に。散策はいいんですか？じゃあ始めますください。これも入るんですか？入ります。それが入るということはなんかそれが正しいことを。門面以外に使うことないんで、例えばこれをこっちに移してやるとこれを交換するときは寂しいと思います。なんか寂しいバランスが悪くなるんじゃないですかね。こっち5面でこっち6面やったらやっぱ5面の方が先やるから難しい面埋めたことは後に戻った方が起承転結で5で難しくさせてもいいけど全く違うネタを余ってるやつをちょっとこっちへはめてみたっていうかな余ってるやつじゃないの的なセットに無理があるんじゃないですかね。両方使えればいいですね。やりましょうか。はい。だからこれをこっちへ持ってきて、これをこっちへやるという方法はあります。これは気に入らないならば、やっぱりこうして、ここにもう一個力をつける。このネタをなんか一つ採用できれば一番いいんじゃないですかね。それが一番喜ばれるなんかでも寂し
今のやつ2つとも5に集めて、こっちから難しいやつを。どこへ行くのかわからんとな。でここからつるつるつるこういうのを1個作ってまんまるバサッといくつぐらいつなげれる面としたらこれはねちょっとね縦にダーッともし一気に落っこっちゃったとしたらだいぶしんどいと思うし。処理速度の面があるからでもアマプラってまあ、やってみると分からへん。アームの容量にもよりますからね、ちょっとまあ何とも言えないんですが最初にほら前から前の時からこれやりたいって言ってたやん。ダーッとするやつか。どこが終わりかわからないって言ってここでスタートってだってここにここはまあ意見になってて悲惨な最初に少し歩かしてここにいきなりゴールがあってあゴールつけたとか言ってたどり着けたと思ったけどゴールスタートここ楽しいよねやっててもねなんとかなる置いてここはこうね、できるだけこうおどろしいバーガーここ星はちょっとまずいんじゃないかな。セットしては。ここに取ってああもうこれで落ちるなと思わせた下の方でピッと星を取ってバブルでボボボボってあんまりかわいそうやからこう、まあ、2回ぐらいはい。でああちょっとここ地獄でここが天国と一番怖いなと思ったから、結構そういうのええよね、かもしれません。実は落ちた方が美味しいコースあでコースはね、分岐させた分岐なんやけど、普通は最初にここにゴール A があるからここに入るんやなと思って行ったけど実はこのおどろおどろしいけどやっぱりこのおどろおどろしいところは全員見てほしい落ちるやらしいからやっぱりありそうに見えるだけでない方登らすだけ登らしといてここにはコインが1枚でチャリッって取るだけ最初に見せるっつうのはおもろいからね、行きましょうでこれを生あるあるね、そこのこのネタを地獄にも仏みたいな大霊界これでどれだけ処理オーバーを起こさないとか、そこら辺をやってみないとわからないんで。実験そうってこれ穴があってでつい入ってみたとでその時やっぱり大したところでなくても怖いわけやんでその匂いが欲しいどうちっちゃい頃怖かったら入るか入らないか入らない人もいるみたいなするでもそれが入れるからでウォーキングこれええ行くわーっつってうろうろしとって嫌いな人は避けていく好きな人はニラは使うことないとか山城が好きなやつはこっち行くし嫌いなやつはこっち行くっつって来たくもなるわよ。ええわ結構どっち行こうこれ最後。よしよしもよしはでした結構マジどうしてフラフラ寄っていくだよ、自然に。よしが言うていや俺今度はプクプクが逃げているそういうアルゴリズムをちょっと開発してみましょうかね。こんなにいっぱいできるからここはもう食い込むとかそういうのはなしいい食い込んでもいいそうですね。その方が気持ちよくやりたいね、チェックの方が楽ですからね。これ風船に入ったわけじゃないそれ別にバチンとまたまた別のところでやるし、ここで風船でつけなくてもいいですね。
これをここにはめます。山城のそれで一件落着。これ説明ができましたね。あとはいきなりファイヤーというやつをどうする。ファイヤー。いきなりファイヤー。ファイヤーはなかなか賛否両論あってね。そう早めに出すか。ここがこっちょっと山城の方に行ったからコース分岐させて。これ山城にタッチしたらこう新たなコースが出てきて山城コースが今全然テレビゲームでイギリスの子どもたちと同じような転換の症状を起こしたのは宮城県の11歳の少年で、昭和63年このテレビゲームのソフトで遊んでいるうち発作を起こしました。症状は特定のソフトで遊ぶと痙攣を伴って意識を失うものでした。東北大学附属病院で診断した結果、テレビゲームの画面で赤い光が激しく点滅する場面になるとこの症状が現れるため、特定の色の点滅で発作の起きる光刺激転換の可能性が高いと診断されました。テレビゲームでというのはちょっと驚きましたけれども、その転換の発症といいますかね、症状が起こってくる誘因を確認してみたところが、そういう光によって誘発される、ちらつく光によって誘発される転換であると。このほか仙台市立病院でも去年の暮れ、ゲームセンターで遊んでいた大学生が光刺激転換の発作を起こし病院に運び込まれています。これについて当時東北大学附属病院で少年の治療に当たった田口文人医師は、転換の中でも光刺激転換は稀だが、素因を持っている人はテレビゲームで遊ぶ時間を減らすなど注意が必要だと指摘しています。
この問題はテレビゲームで遊んでいる子どもが転換の発作とみられる症状を起こすケースがアメリカやヨーロッパ、それに国内の各地でも報告され、画面の点滅などによる光刺激転換ではないかと指摘されているものです。これについて任天堂では海外向けの製品にはつけていた注意書きを国内向けにもつける方向で日本転換協会などと協議しながら検討した結果、来月下旬からの国内への出荷分について具体的な注意書きをつけることを決めました。注意書きはごく稀に強い光の刺激や点滅を受けて一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人はテレビゲームをする前に必ず医者と相談してくださいなどという内容になっています。これについて日本転換協会の高橋哲郎会長は、任天堂には転換に対する正しい理解に基づいた注意書きにするよう求めてきた。テレビゲームをすると転換になるといった誤解や差別が起きないよう広く理解してほしいと話しています。この問題はテレビゲームで遊んでいる子どもが転換の発作とみられる症状を起こすケースが国内や海外で報告され、画面の点滅による光刺激転換ではないかと指摘されているものです。これについて任天堂では海外向けの製品にはすでにつけていた注意書きを国内向けの製品にもつける方向で日本転換協会などと協議しながら検討してきました。その結果、任天堂が製造し明日から国内で販売する製品の箱の中に注意書きを添えることになりました。この注意書きには健康上の安全に関するご注意という見出しがついていて、疲れた状態や連続して長時間にわたるプレーは健康上好ましくありませんので避けてください。またごく稀に強い光の刺激や点滅を受けて一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人はテレビゲームをする前に必ず医師と相談し診察を受けてください。また長時間遊ぶ場合は健康のため1時間ごとに10分間から15分間休憩してくださいなどと書かれています。シアトルマリナーズの件についてですけれども、今シアトルマリナーズを所有しているスマルヤン氏はオーナーであったが、昨年1991年12月マリナーズをシアトルにとどめ置くための新しい投資家が見つかった場合、1億ドルで売却する意思があることを発表いたしました。シアトル外に移す前にまずシアトルの買い手にオファーすることが義務付けられています。私がシアトルの野球クラブの約 60% の所有者になるということになっております。It is the investors' hope that the purchase can be quickly closed and that approvals from the Commissioner of Baseball and the American and National Leagues will be forthcoming. 地元のねご要望です。アメリカのワシントン州の私宛てに州知事と州選出の上院議員から私宛ての要請書も来てますので、検討した結果ね、州のご要望にお答えさせていただかねばならんということで決めたんですよ。Well, it's not an issue of me allowing. We have some major policies in baseball that would be affected by having Japanese ownership. We'll look at it, but I would think it's unlikely. Unlikely. Well, how would you stop it, sir?
it's not a question of stopping it. We just want to prove ownership that doesn't meet our criteria. Thanks. Nice to see you all. Good night, sir. Good night.大リーグ野球はアメリカの国技としてこれまでアメリカ、カナダ以外の外国資本による球団買収を拒絶する姿勢を貫いてきました。地元財界人を共同出資者にし、シアトルに球団を留めておくためという大義名分があるものの、今回の買収計画が大リーグですんなりと認められる状況にはありません。早速夜のテレビの全国ニュースでは、ソニー松下によるハリウッドの映画会社買収を引き合いに、アメリカの文化的象徴がまた日本に買われると伝えています。激しさを増す日米摩擦の中、今回のケースは富に悪化するアメリカ人の対日感情にさらに刺激を与える懸念も出ています。